本格的に筋肉をつけたいけど、初心者の自分にはゴールドジムはハードルが高そうで不安。普通のジムより設備が充実した環境で結果を出したいけど、料金や雰囲気が心配。そんなあなたにおすすめなのがゴールドジムです。ゴールドジムは世界30カ国に700以上の店舗を展開し、300万人を超える会員数を誇る世界最大級のフィットネスクラブです。日本国内でも主要都市に展開し、東京だけでも30店舗以上あります。月会費は店舗や会員種別によりますが、およそ8000、1万3000円程度と一般的なジムより高めで、入会時に約5000円の登録料が必要です。ただビジター利用、1日利用も可能で1回あたり3000、4000円前後で本格的な設備を体験できます。新規入会者には6回の初心者講習、ビギナーサポートが用意されており、マシンの使い方やトレーニングメニュー作成など手厚いサポートが受けられます。店内には数多くの最新マシンとフリーウェイト器具が揃い、例えばチェストプレスだけでも複数種類、パワーラックも豊富です。店舗によっては女性専用エリアも設けられており、女性や小柄な人でも安心してトレーニングできます。スタジオプログラムも実施されているため、実は利用者の層も老若男女様々で、初心者でも浮くことはありません。施設面ではトレーニングに特化しているため、プール併設店は少ないものの、店舗によってサウナや温泉、大型スタジオが備わっているところもあります。なおジム内は土足禁止で内履きシューズが必要。写真撮影は禁止など細かなルールがあります。スタッフが常駐しマナーの遵守をチェックしてくれるので、安心して利用できます。ゴールドジムは本格的に筋力アップやボディメイクに取り組みたい人にはまさに理想的な環境です。一方で運動をライトに楽しみたい人やゆるく健康を維持したい人にとっては、ストイックな雰囲気や高めの料金設定が負担に感じられるかもしれません。マッチョな会員が多く刺激になる反面、器具の扱い方や独自ルールに戸惑う初心者もいるため、そうした点も踏まえて検討しましょう。おすすめできる人は本気で体を変えたい人、充実した設備や専門知識を求める人です。おすすめできない人は手軽な運動や社交目的でジムに通いたい人でしょう。ではここから実際にゴールドジムを利用した人たちの体験談をご紹介します。体験談1、20代男性、会社員の体験です。意を決して入会した彼は、初日からゴールドジムの厳しいマナーに衝撃を受けました。トレーニング中についスマホを見てしまった彼に、スタッフから、ここでは携帯は禁止ですよ、とすかさず注意が入ったのです。また、使用後のマシンを消毒せず立ち去ろうとした際にも周囲のベテラン会員に静かに指摘され、恥ずかしさで顔が赤くなりました。彼は自分が甘かったと感じつつも、その徹底したルールのおかげでジム内が清潔で快適に保たれていることに気づきます。最初は戸惑ったものの、みんなが気持ちよく使えるようにという厳格な環境に次第に好感を持つようになりました。今では自ら進んで器具の消毒や片付けを行い、マナーも筋トレのうちだと実感しています。ストイックなルールに驚かされた彼でしたが、そのおかげで高い集中力を維持できる環境に身を置けていると感じています。体験談2、20歳大学生の男性の体験です。筋トレ初心者だった彼は、日本一ハードなジムと噂に聞くゴールドジムの扉を開けた瞬間、その異様な光景に思わず圧倒されました。今日の前ではゴールドジムロゴ入りの極端に丈の短いタンクトップを着た屈強な男性が、胸筋と腹筋をあらわにしながらバーベルを持ち上げています。別の男性はトレーニングの合間にシャツをまくり上げ、ほぼ半裸状態で自分の体を鏡でチェック中。その筋骨隆々ぶりと周囲に響くウェイトをガチャンと落とす大きな音に、彼は、ここは自分のいる場所じゃないのでは、と尻込みしてしまいました。まさに筋肉の猛者たちの聖地という雰囲気で、傍目には本気すぎる光景に思わずたじろいだそうです。結局その日は隅の方で軽くマシンを使って帰った彼ですが、
家に帰ってもあの迫力ある光景が脳裏を離れませんでした。自分もあんな風になりたいという憧れと、場違いではと萎縮する気持ちがないまぜになり、しばらく葛藤の日々。しかし通い続ける中で、周囲のマッチョたちが自分をじろじろ見ることも笑うこともなく、それどころかおのおの自分の筋肉に夢中で他人に無関心なことに気づきます。次第に彼の恐怖心は薄れ、ここでやっていけるかもと自信が芽生え始めました。あの時感じた衝撃は、今では彼のやる気を奮い立たせる原動力になっています。体験談3、30代男性、会社員の体験です。仕事帰りに通っていた彼は、ある日ロッカールームでショッキングな出来事に遭遇しました。トレーニング後に自分の靴が消えており、盗難に遭ってしまったのです。高価なシューズではなかったとはいえショックを受け、すぐにスタッフに報告しました。ところが対応したマネージャーの口から出たのは、海外のゴールドジムじゃ盗まれた方が悪いって考えなんですよね、という信じられない言葉でした。被害者である自分が責められたように感じ、彼は怒りと悲しみで呆然としました。貴重品は自己管理が大原則とはいえ、この対応にはさすがに落胆を隠せません。後日、本部にメールで問い合わせたものの紋切り型の謝罪があっただけで、結局シューズは戻らずじまい。世界基準のジムは接客もドライなのかと感じた彼は、その出来事をきっかけに貴重品管理を一層徹底するようになりました。ゴールドジムのストイックさを別の意味で痛感した体験であり、油断大敵という教訓を胸に刻む結果となりました。体験談4、20代男性、学生の体験です。ある日のトレーニング中、彼は思わぬハプニングに見舞われました。ベンチプレスで最後の一押しに苦戦していると、近くにいた中年の男性会員が突然「頑張れ」と大声で声援を飛ばしてきたのです。いきなりのエールに彼はビクッとしてしまい、フォームが乱れてしまうほど驚きました。他の会員から急に声をかけられるなんて予想外で、一瞬放っておいてほしいのにと戸惑いが生まれました。その男性は悪意ではなく純粋に激励してくれただけですが、彼にとっては初対面の人からかけられる声援にどう反応していいかわからず、正直少し気まずい気持ちになったそうです。後で知ったのですが、ゴールドジムでは時折こうしたフレンドリーな掛け声が飛ぶことがあり、人によってはそれをありがた迷惑に感じることもあるのだとか。彼自身、当時は驚きと戸惑いでいっぱいでしたが、振り返れば自分の限界に挑む姿を見て応援してくれたその気持ちは嬉しくもあります。今では、あの時の声援であと1回あげられた、と前向きに捉え、ジム仲間同士の温かさもゴールドジムの魅力の一つだと感じられるようになりました。体験談5、20代女性、事務職の体験です。ダイエット目的でゴールドジムの1日体験に訪れた彼女は、最初から肩身の狭い思いをしました。受付を済ませロッカールームへ向かったものの、土足禁止と知らずに靴のまま上がろうとしてしまい、周囲に慌てて止められ赤面。その後、館内用シューズに履き替え荷物を置こうとしましたが、靴箱の使い方がわからずおろおろ。その様子を見かねた一人のマッチョな男性会員が、それ契約ロッカーだから、靴は中のロッカーに入れるんですよ、と優しく声をかけてくれたのです。突然のことに驚きつつ、彼女がお礼を言うと男性は爽やかにうなずき立ち去りました。彼女は心の中で、なんて優しいマッチョなんだろう、と感激します。筋骨隆々のこわおもてな人が多いイメージだったゴールドジムで、まさかこんな紳士的な対応をされるとは思わなかったのです。それからトレーニングフロアでも、マシンの使い方に困ってキョロキョロしていると別の女性スタッフがすかさず気づいて声をかけてくれるなど、終始温かいサポートが印象的でした。彼女は怖い場所かもという先入観が見事に覆され、居心地の良さに驚くとともに、ここなら続けられそうと希望を感じました。体験談6、20代男性、営業職の体験です。学生時代は運動とは無縁だった彼は、筋トレ初心者と知って意を決してゴールドジムに入会しました。最初は、細身の自分なんか周りに笑われるのでは、と不安でいっぱいでしたが、通い始めてみるとその心配は気憂に終わります。
実際にジムを利用してみると、周りの会員たちは老若男女様々で各自自分の好きなように運動しており、初心者だからといって浮いてしまうような雰囲気は全くなかったのです。トレーニング中も誰かにじろじろ見られることもなく、皆自分の筋トレに集中しています。彼は次第に、ここにいていいんだ、と安心できるようになり、毎回のジム通いが楽しみになっていきました。器具の使い方に迷った時もスタッフや周囲の経験者が気さくに助言をくれるため、孤立無縁な感じもありません。最初の不安が嘘のように消え、自分でも続けられるという自信が芽生えた彼。今では週に数回欠かさず通い、少しずつ身体が変わっていく喜びを実感しています。体験談7、30代女性、事務職の体験です。運動不足と体重増加に悩んでいた彼女は、一念発起してゴールドジムの門を叩きました。ところが入会前は、マッチョだらけの空間でぽっちゃり体型の自分なんて笑われないだろうか、という不安が頭から離れなかったといいます。実際に通い始めてみると、その不安は嬉しい意味で裏切られました。筋肉隆々の男性会員たちは自分のトレーニングに集中しており、周囲の女性にもとても優しく接してくれます。彼女が軽いダンベル運動をしていても誰もバカにすることなく、最初は無理しないでね、と声をかけてくれたスタッフもいました。スタジオプログラムに参加してみると、思った以上に普通の女性たちが多いことにも驚きました。ヨガやエアロビクスのクラスには同年代の女性もたくさんおり、私だけ浮いているという心配はすぐになくなったそうです。さらに筋トレエリアでも常連の男性がフォームを褒めてくれたり、プロテインバーで談笑する女性グループに混ぜてもらったりと、アットホームな一面も感じられました。彼女はゴールドジムムキムキ男性の世界という先入観が消え、自分のような初心者女性でも居心地よく過ごせる場所だと実感。体験談8、20代女性、販売職の体験です。友人に影響されてゴールドジムに入会した彼女でしたが、数ヶ月通ううちにある悩みが生まれました。それは、ジムで誰とも話せず孤独だという思いです。もともと社交的な性格で、誰かと一緒に汗を流したり情報交換したりすることを期待していた彼女。しかしゴールドジムでは皆が黙々とトレーニングに励んでおり、話しかける隙もなく、慣れ合いのような雰囲気はほとんどありません。意を決して隣でマシンを使っていた女性に話しかけてみましたが、軽く会釈されただけで会話は続きませんでした。常連らしき人たちも交流する様子はなく、良くも悪くもストイックな空気が流れていたのです。結局彼女は、一人で黙々とやるのは性に合わない、と感じ、スタジオプログラム中心の別のフィットネスクラブへ移る決断をします。大会する際、スタッフから、またお待ちしてますね、と声をかけられ少し胸が痛みましたが、彼女は後悔していません。筋トレに集中したい人には最高の環境、でも私には合わなかった、と彼女は語ります。体験談9、20代女性、会社員の体験です。ダイエット目的で入会した彼女は、当初スタジオレッスンばかり受けていましたが、徐々に筋トレにも挑戦してみようと思い立ちました。ところがフリーウェイトエリアに足を踏み入れると、見渡す限り男性ばかり、重量級のバーベルを扱うたくましい男性たちに囲まれ、途端に萎縮してしまいました。私なんかがここにいていいのかな、と不安になり、ダンベルを持つ手が震えます。実際には誰も彼女を追い出したりしませんが、居心地の悪さで胸がいっぱいになり、結局その日は早々に退散してしまいました。翌日、このままではいけないと感じた彼女は思い切ってジムの女性専用エリアへ行ってみることに。そこには彼女と同じように感じていた女性たちが集まっており、調整されたマシンで快適にトレーニングしています。スタッフの女性も常駐しており、フォームチェックや器具の使い方も丁寧にサポートしてくれました。彼女はここなら落ち着くとほっとし、自分のペースで筋トレに励むことができました。体験談10、60代男性、自営業の体験です。若い頃から体を動かすのが好きだった彼は、定年を機に健康維持のためゴールドジムに通い始めました。設備や環境には満足しているものの、一
一つだけ気になるのが一部会員のマナーの悪さでした。例えばランニングマシンには利用終了時刻を記入するボードがありますが、大半の人が記入せずに使っています。何のためのボードかわからない。ちゃんと書いてから使用してほしいと彼は感じていました。またストレッチエリアではエアロビクラス前後に移動単会議をする人たちがいて、真剣にストレッチしたい彼には騒がしく映りました。さらには一人の会員が複数のマシンに私物タオルを置いて場所取りをしながら使っている場面にも遭遇し、これでは他の人が使えないじゃないかと内心苛立ちを覚えたといいます。スタッフも注意しづらいのか黙認している様子で、彼は業を煮やしジムの意見箱に改善要望を投書しました。幸い最近になってスタッフが巡回時に声かけする場面が増え、以前より改善されてきたとのこと。体験談11、20代女性、飲食店勤務の体験です。学生時代からぽっちゃり体型に悩んでいた彼女は、痩せて自分に自信を持ちたいと決意しゴールドジムに通い始めました。最初のうちはエアロバイクやウォーキングマシンで汗を流し、食事管理も徹底。トレーナーから的確なアドバイスをもらいながら3ヶ月ほど続けると、なんと 4kg の減量に成功しました。通い始める前は 62kg あった体重が 58kg まで落ち、見た目にも顔周りやウエストがすっきりしてきました。何より体力がついて疲れにくくなり、階段を上がっても息切れしなくなった自分に驚いたそうです。運動ってこんなに気持ちいいものだったんだ、と彼女は実感しています。最近では筋トレにも挑戦し始め、足や背中に適度な筋肉がついてきたことで姿勢も良くなったと周囲に褒められるようになりました。次はシェイプアップを目指して自分のペースで通い続けたいです、と笑顔で語ります。体験談12、20代男性、大学院生の体験です。華奢な体型を変えたい一心でゴールドジムに入会した彼は、半年間の筋力トレーニングで見違えるような成果を上げました。入会当初 83kg だった体重は 79kg と若干減ったものの、その分脂肪が落ちて筋肉量が増え、肩や胸板は一回り厚くなりました。鏡を見ると以前はなかった力強いシルエットが浮かび上がり、自分でも目に見える効果を実感できたそうです。初日はバーベルカール 10kg でもきつかったのに、今では 15kg で余裕が出てきたと喜びを語ります。徐々に扱えるウェイトが重くなっていく過程が楽しく、記録更新するたびにモチベーションがアップしたとのこと。ゴールドジムを選んだ決め手は充実した器具とプロテインバーがあることでしたが、まさにそれが奏功しました。ひょろひょろだった自分がひょろっくらいにはなりましたと笑います。体験談13、30代男性、会社員の体験です。以前から筋トレは続けていた彼ですが、どうしても足の筋肉だけ発達が遅く悩んでいました。そこで設備が充実しているゴールドジムに転籍し、本格的に足を鍛えることに。一般的なジムでは足用のマシンは数種類しかありませんが、ゴールドジムでは同じ部位に対して複数のマシンがあり、様々な刺激を与えられます。特にふくらはぎ専用のマシンが置いてあったのには感動しました。トレーナーと相談し、週2回の足特化メニューを開始。スミスマシンでのスクワットやレッグプレス4種目、そして仕上げにふくらはぎマシンで徹底的に追い込みました。3ヶ月もすると明らかに太もも周りが太くなり、スーツのパンツがきつく感じられるように。ゴールドジムのおかげで自分の弱点を克服できたと大満足でした。体験談14、40代男性、公務員の体験です。自己流で長年トレーニングを続けてきた彼は、思うように筋肉がつかないことに悩んでいました。そこでプロの知識を学ぼうとゴールドジムに入会。無料の初心者講習とトレーナーのサポートを活用し、正しいフォームと理論を一から学び直しました。背中のラットプルダウンでは股背筋に効いているか確認しながら行うようにしました。初めて筋トレの効かせ方を知り、目から鱗が落ちる思いだったそうです。さらに栄養学のセミナーにも参加し、タンパク質摂取量やタイミングなどの知識も習得。自己流時代にはなかった筋肉痛が翌日にしっかり来るようになり、手応えを感じる毎日です。3ヶ月後、
ベンチプレスの居城重量は 10kg 更新し、体も引き締まって見えるようになりました。体験談15、30代男性、IT 企業勤務の体験です。運動不足解消のために通い始めた彼でしたが、ゴールドジムに入会してからというもの、その環境の厳しさに逆に火がつきました。月額約1万円という安くはない会費を払っていることもあり、行かないともったいないという気持ちが強くなった彼。どんなに仕事で疲れていても週3、4日は必ずジムに足を運ぶようになりました。最初は義務感で通っていましたが、続けるうちに生活の一部となり、行かない日の方が落ち着かないほどになったといいます。筋トレを習慣化したことで規則正しい生活リズムが身につき、暴飲暴食も自然と減りました。体重は 2kg 減少し、体脂肪率も改善、仕事中の集中力も増し、最近シャキッとしてるねと言われるようになったそうです。今では適度に休息も取り入れ、心身のバランスを保ってトレーニングを続けています。体験談16、30代男性、無職から再就職成功者の体験です。前職の過労で心身を壊し、一時期引きこもりのような生活を送っていました。このままではいけないと意を決して始めたのがジム通いです。最初は自宅近くの公共ジムに通っていましたが物足りず、思い切ってゴールドジムの門を叩きました。日増しに体が丈夫になり、気分も前向きになっていくのを感じます。それまで家にこもって何もする気が起きなかった彼が、毎朝、今日はジムで何をしようと考えてベッドから起き上がれるようになりました。運動を習慣にすることで不眠も解消し、食欲も戻ってきました。気持ちにゆとりが出てくると、もう一度働いてみようという意欲が湧き、職探しを開始。ジム通い開始から数ヶ月後、見事に再就職を果たしました。ゴールドジムで体を鍛えたおかげで、心も鍛えられました、と感謝しています。体験談17、80代女性、主婦の体験です。子供たちも独立し夫にも先立たれ、一人暮らしとなった彼女は塞ぎがちでした。体力も衰え、このまま寝たきりになるのではという不安もありました。近所にゴールドジムがオープンし、高齢者向けプランで入会。スタッフが親切にマシンの使い方を教えてくれ、同世代の友人もできました。以来、週に数回ジムに通うことが日課に、ラウンジで会員さんと談笑する時間が生きがいになりました。筋力がつき、歩行も安定して転びにくくなりました。血圧や血糖値も改善傾向で、主治医からも太鼓判を押されました。ゴールドジムに来ると若返った気持ちになれるの、と笑顔を見せてくれました。体験談18、50代女性、主婦の体験です。健康診断で血圧が高めと言われた彼女は、運動を始める決意をしました。近所のゴールドジムに入会し、加圧トレーニングを週2回実施。初めての加圧に最初は戸惑いましたが、丁寧な指導で安心して取り組めました。数ヶ月後には長年高かった血圧が正常値に近づいてきました。運動と食事改善の相乗効果で薬の量を減らせるかもしれないと言われたそうです。中高年女性でも結果を出せるんだと自信になりました、と語ります。同年代の女性会員も多く、周囲の雰囲気に刺激を受け継続できました。今では顔色も良くなり、日常生活でも階段を使うようになったそうです。体験談19、20代男性、トレーナー志望の体験です。学生時代にボディビルに目覚め、最高の環境で自分を極めたいと全国大会常連が集うゴールドジムに通い始めました。そこには国内トップクラスのボディビルダーたちがいて、刺激そのものでした。憧れの選手と肩を並べてトレーニングでき、生の知識を間近で学べました。ベンチプレスで自己ベストに挑戦した際、大会優勝経験者がスポッターについてくれました。大丈夫、いける、と声をかけられ、無事持ち上げられた瞬間は2人で喜び合いました。貴重なアドバイスももらい、モチベーションは最高潮に。半年後、ボディコンテストに初出場し、新人賞を獲得。ゴールドジムで出会った人たちのおかげで夢が叶った、と涙ながらに語ります。体験談20、30代女性、
OL の体験です。仕事のストレスで暴飲暴食に陥り、一時は 70kg まで太ってしまった彼女。自己流トレーニングに限界を感じ、ゴールドジムに入会しました。初心者講習でマシンの使い方を一から学び、不安なくトレーニングに打ち込めました。通う店舗にはサウナと温泉が併設され、週末は運動後にリラックスするのが定番になっています。体重は劇的に減ったわけではないものの、体脂肪率は着実に減少。まだ誰にも痩せたとは言われないけど、自分では体が締まってきたと感じる。と自己評価も前向きに変化しました。継続すれば絶対変われると信じられるようになったことが最大の収穫です。まとめ、全体の要点。20件の体験談から見えてきたゴールドジム利用者の傾向をまとめます。よくある行動、反応パターン。初心者の多くは入会当初こそ緊張や萎縮を感じていますが、通ううちに周囲の雰囲気に慣れ、自分もやれると自信をつけています。逆に社交的な人ほど、黙々とした空気に物足りなさを感じるケースもありました。また、多くの人が高い会費を原動力に継続のモチベーションを維持したり、ストイックな環境に触発され自らを追い込んでいました。意外と多かった行動、注意点。体験談では、初心者講習や無料サポートを活用している例が目立ち、これによって正しいトレーニングフォームや知識を得て成果を出した人が多かったです。逆に知られていない注意点として、館内のルール、内履きシューズや撮影禁止など、マナーの厳しさに戸惑ったという声も散見されました。器具の譲り合いや消毒など基本的なマナーは利用者間でしっかり守る必要があります。教訓、気づき。ゴールドジムは結果を出すことに特化した環境であり、自分次第で良くも悪くも変わるという教訓が読み取れます。追い込むことで体も人生も好転した人がいる一方、合わないと感じて別の道を選んだ人もいます。また、筋トレは筋肉だけでなく心も鍛えるという気づきを得たとの意見も多く、継続する中でメンタル面の成長を実感している人がいました。スタッフや上級者からのアドバイスを素直に受け入れる姿勢が成果を上げる鍵だとも言えます。おすすめできる人、できない人。ゴールドジムは本気で肉体改造に取り組みたい人、充実した設備と専門知識を求める人に強くおすすめできます。大会出場を目指すようなガチ勢から、健康改善やダイエットを確実に成功させたい人まで、目的意識が高い人にとっては他に代え難い環境でしょう。一方、気軽に運動を楽しみたいライトユーザーや、和気あいあいとおしゃべりしながら体を動かしたい人には向かないかもしれません。初心者であっても意思と目的がしっかりしていればウェルカムな雰囲気ですが、なんとなく流行っているから程度の動機だと圧倒されてしまう可能性があります。自分の性格や目標と照らし合わせてゴールドジムがフィットするか見極めることが大切です。それではまた次回のリアルボイス図鑑でお会いしましょう。あなたの初めてが後悔のない一歩になりますように。